はい、こんにちは。合気道 F ラボです。ということで、今日は、川端さんからちょっとリクエストがあるということで、はい。はい、ちょっと月の四方投げを、はいちょっと教えていただけたらと思いまして、結構こう受け身の方が動くっていうのがあるんですけど、技の方もそうですし、ちょっと受け身の方でもまだ稽古中っていうところがあるので、ちょっとこの動画で少しこう習えたらなと思ってリクエストさせていただきました。はい。実はこれあまり私その型稽古とかでやってるイメージはないんですけど、もともと少ないですし、特に多分今川端さんがおっしゃってたのはうちの先生がやるやり方で、他の先生がやってるやり方あんまり見たことがないんでですね、よそとはちょっと違うかもしれませんけども、あくまで参考ということで、いつものことながらそういう形で見ていただければなというふうに思います。それではまず見本動画の方からご覧ください。どうぞ。はい、月の四方投げですね。いろんなやり方があるかと思うんですけども、なかなかこうちょっと理解してもらえないのかなというのがついてこられますね。これに同調するという。通常は月に対しては、さばきで転換とかですね。こう開くとか、その入り身していくとかいうことになるかと思うんですけど、これに合わせていく。これに合わせて入っていく。これに合わせて入るよという。これに、はい。この流れに合わせて崩していく。ですね。私はしないんですけども、こちらに流しながらこう取ってっていうのも、する方いらっしゃいますけど、これ。っていうのがなかなかこれが難しくてですね、無理やりちょっとこう、分解したら、当てていいよ。当たりますね。これに対して、一笑みですね。ここで当て身が入りますよと。ここで、肘なんとかが入りますよと。くぐって肘なんとかが入って、ここで引っ掛けて倒すとか言うと、なんかこう、武術的な表現に、もう一回ね、ゆっくりね。そっちで見やすいように。ここで肘壊しますよ。折りますよ。折りますよ。折りますよ。もう一丁折ります。で、それやるとちょっと合気道っぽくないというか、流れが消えるので、流れを取って、はい、どうぞ。で、やり方で一応おすすめはしてるんですけどですね。はい。ちょっと、一応月の手法投げ、一つの、あくまで一つのやり方としてですけども。ね、これじゃなくて、これに足を合わせる。その足引っ掛けて前に来る。そうそう。これじゃなくて、これに合わせて、避けれるからちょっと使っちゃうんだ。避けて止まると相手も止まるんだ。ちょっとここで当てて止まって。今避けても分かる。避けてね。避けてねみたいな。
じに捨て身で表現をするんだけど、当てていいよ。当てて。そうそうそう。これに対して、一指でも崩れることは崩れる。だから導入としては一指でもいいんだけど、もうこれはもう途中で目が見てるでしょ。よけてるから、これを入れていくやつが、呼び込んでいくっていうか、で意識を入れていく。これ、まあ今、その中段付きでやるんですけど、それはもう高さが別に変わってても、そうですね。これね、まあ、それでまたお叱りを受けるかもしれないけれど、大先生がピストン堀口の剣を掴んだって、拳を掴んだってエピソードがあって、でパンチを掴みに行くなんて、絶対無理じゃないですか。個人的な意識の誘導っていうか、だからこうして構えて掴もうとしてると向こうも分かるから、そうじゃなくて、これをわざと叩かせに来てるんですよ。余計をするとこれ狙っちゃうじゃないですか。こうするとこれをお互い狙っちゃうんだけど、多分手が出たらもうそのまま思わず反射的に手叩いちゃうと思うんですよ。ちょうど軌道上にこの顔面を狙ってる軌道上に手が出たら思わずこの手叩いちゃうと思うんですよ。なんでその意識を誘導してきている。敬語としては個人的な意識の誘導って言ってますけど、ここにうまく誘い込む。普通は回避行動を稽古するわけじゃないですか。それを回避行動をしないでもらうというか、受け取るというか。ちょっと不思議なのは、やっぱちょっとこっちも別に体勢崩さずに、なんならここできちっと斬新取って取りたいんですけど、なんかもう一歩、そうです。むしろミクロネッポの方がやりにくいですね。ミクロネッポでこうって来られた方が、だからちゃんと当然周りもうどっちもダメなの。ちゃんと目算してここだそれを狂わせてるからなんかその狂わせようとしてるわけな、技術的に言えば。だから目算なしにただ「おお!」って突っ込んでこられると、具体的にやっぱ私も避けなきゃいけないし、さばかなきゃいけなくなるんですけど、いつも言いますけど、逃げ工場で試合でやる自信はないですけども、ここお願いねとかここお願いねっていうでやってるからですね、その意識をちょっと誘導できるというか、これをね、あくまで個人的な意見なんですけど、だから井上尚弥さんとかこれ普通に試合を見てたら普通にやってるように見えるから、よく試合で使えるよなと思って、めっちゃもうそう思って以来さん付けせずにはいられないです呼び捨てできないですね、個人的には。はい、ということで解説と、ちょっと稽古してみましたけど、いかがでしたか？どうしても怖いから逃げちゃいますね。なんかこう、なんていうんでしょうか、相手の攻撃をもらうっていうか、やっぱその感覚のところがちょっとまだ自分はないのかっていうのがあるので、ちょっとそこは引き続き稽古していきたいところだなと思います。はい、先生、これ私勝手に合気道の特徴ってそこを一つ特徴的かなと思ったりするのが、なんか避けるとかさばくっていう概念があんまりないようなイメージがあるんです。もう個人的に、全部個人的な意見ですけどね、たまに子供クラスにですけど、例えば空手だったら上段上げ受けとか中段受け下段受けってあるし、他の武道でも必ずいわゆるそういう受け技っていうか、受けて返すという技は合気道には、極論で言えば合気道にはその受け技はないんじゃねえかって、思ってたりもするんですけどね。そうですね。はい、ということで、余計ずに、受け入れるっていうところは割と胆力もいるかと思うので、稽古の時には本当に当たって気がないように、注意しながらですね、月の稽古なので、安全にしていただければなというふうに思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。